はじめまして、時葉色です。こんばんは。こんにちは。今日は皆さんに感謝の気持ちを声でお伝えしたくて録音してみました。ちょっと鼻声なんですけれども、聞き取りにくかったらすみません。ですね、4月の1日でチャンネルを開設して1年になりました。やったー、イエーイ、パフパフで、本当はここでなんか効果音とか入れたいんですけどわからないんで自分で入れてみましたそうですね、これも一重に聞いてくださる皆さんがいたから続けられたと思っています。本当にありがとうございます。1年って人によって短く感じるかもしれないんですけど、私は結構長く感じるタイプで継続するのがあんまり得意じゃないのかなって最近は思っていたんですね。だからこう1年続けられたことが嬉しいです。で、学生時代は放送委員をやっていたので、なんかすごい懐かしいんですけれど、楽しかったなってなんかちょっと思い出してるところです。まだ話し始めたばかりですけどで、私は最近、レコーディングをしまして、2曲レコーディングしたんですけど、その2日前の朝に急に喉が痛くなって、皆さんありません？こうなんか目が覚めて、あれ？なんか喉痛い、なんかごっくんしても痛いみたいな、こう焼けるような痛みみたいなのを感じて、マジか、なんでよりによって今なのって、なんか何が悪かったのかなとかちょっと考えたりとかして、マスクつけてたし、手洗いうがいもしてたし、睡眠不足かなとか考えてました。で、熱はなかったので、出勤して、午後の診療時間に間に合うように早退させてもらって、で、お薬飲んで、で、なんかちょっとお薬飲んだらレコーディングいけそうだなっていうところまでこう回復してきて、でも鼻がこう詰まってるんで、どうしようかなと思って、でエンジニアさんにも相談して、でちょっと時間を変えてもらってレコーディングすることにしたんですね。で、鼻詰まってる感じでレコーディングすることもそんなにないだろうなと思って、よしやってみるかみたいな感じで、結構前向きな感じで決めました。以前の私なら結構ちょっと体調悪いともうダメだって弱気になってたんですけどね、今はなんか少し強くなりました。だからもう気持ちで負けないみたいな風になって、でももちろん本当に体調悪い時はちゃんと休んだ方がいいと思うんですけどね。だからもうくれぐれも皆さんも無理はしないでくださいね。で、コンディションは良くなかったので、正直レコーディングいつもよりうまくいかなかったんですよ。なんか結構もうボロボロで、だから本当にエンジニアさんにちょっと頑張ってもらって、なんとか形にすることができましたね。だからこう、今度あげるちょっと歌はちょっとこう聞きづらいかなっていうのもあるんですけど、なんか生きてるとそういうことあるよねみたいな、なんかボーカリストはちょっと生身の人間だからみたいな風に思っていただけると嬉しいです。あとそのキャンセル
すると単純にその次の予約がだいぶ先になってしまうんですよね。こうやっぱり仕事しながらだとなかなかそのスケジュールの兼ね合いでこうなかなかスタジオとの調整が難しくて、でちょっと間空けたくないなっていうのがあって、やっぱり動画は定期的に上げたいなっていうのがあったので、レコーディングしましたね。で本当エンジニアさんも気遣ってくださって、でもそのコンディションは良くなかったけど、なんかちょっと笑ったりしながらレコーディングできたので楽しかったですね。ここの声出ないなみたいなわーとか言いながらやってました。そうですね。そうだ、あと私のチャンネルは海外の方もご視聴いただいてて、海外の方にもその会社の気持ちとご挨拶、したいなって思ってましたので、外国語でも、挨拶します。まず時葉色です。いつもありがとうございます。 Hello, I'm 時葉色. How are you? Thank you. 안녕하세요.時葉色이에요. 처음 뵙겠습니다. 여러분 잘 지냈어요? 항상 너무 고마워요. 많이 행복해요. 저는 다루기가 좋아요. 감사합니다. 그럼 또 만나요. 건강하세요. 니하오, 쉐이쉐이, 올라, 라떼. 以上です。伝わってるといいですけどね。そう、海外の方が聞いてくれてると思うとなんだかそう不思議で、なんかワクワクしますね。そう、なんかやっぱ地球世界はつながってるんだなとか思うとすっごい嬉しかったですね、やっぱり。そうで、私海外に友達がいたり、あとたまにこう歩いてると海外の方に声かけられたりするんですね。なんか道聞かれたりとか、あとなんか飲食店で隣の席になった時とかこう話しかけてくださったりとかして、でちょっと前の話なんですけど、なんかそのファッション素敵だねとか声かけてくれる方がいて、でその時ドクター・マーチンの花柄のスリーホールのシューズを履いていたんですね。でもその時エレベーターの中だったんですけど、靴を指さしてビューティフルって言ってくれて、もうすごい嬉しくて、で私必ずその話しかけられたりとかした時、どこから来たんですかって聞くんですよ。そしたらその方はアメリカのボストンから来たんだよって言ってて、そうなんかそういうコミュニケーション、英語できないので単語とジェスチャーでなんとかコミュニケーションを取って、でなんか海外の方って目が合うとこう微笑み返してくれたりすることが多くて、なんかそれがすごい温かい気持ちになったりしますね。
そうで、私韓国語を2年間習ってたんですよ。グループレッスンだったんですけど、で、そう、あのハングルと簡単な単語はなんか覚えてたのに忘れちゃいましたね。やっぱり語学は使わなくなるともう忘れますね。そう、もう忘れたっていう言葉も忘れました。韓国語で。forget そう、そんな感じですかね。ああ、そうだ。あと、あのーこの YouTube 始めるとき、誰もやっぱ聞いてくれないんじゃないかなって思ってたんですよ。ね、なんか YouTube やってる方ってすごくたくさんいらっしゃるじゃないですか。いろんなジャンルで。この歌ってみたとかそうだと思うんですけど。だからその中からこう自分のチャンネルを見つけてくれて聞いてくれる方がいるのかなっていうふうに思っていて、そうそう、だからすごいなんかそういう心配もしたり、あとなんかこう私自身こう音楽活動をしてきて、表に出て何かをこう表現するとなるとこういろんなご意見をいただくことがあるなって感じてたんですよ。そういう不安もあったりして、で確か月光をレコーディングしたのが11月とかだったのかな、だったんですけど、なんか月光上げたのが4月だったんですね。だから結構私ビビってたんだなと思って、で音楽仲間がいやあげなよみたいな、 YouTube 始めようよっていう風に背中を押してくれて、それでアップすることができましたね。でもこうやって聞いてくださる方がいて、いつも温かいコメントや高評価もいただいて本当に嬉しいですね。いつも励みになっています。本当にありがとうございます。もう勇気出して YouTube 始めてよかったなって思ってますね。皆さんどうやって私のこと見つけてくださったんですかね。すごい気になりますね。で、本当嬉しい。あとなんだろうな。いや、一人で喋るのって結構難しいですね。なんだろう。最近ハマってることを話そうかな。最近のマイブームはですね、散歩です。というのもですね、私 YouTube 始めてからこう友達と遊ばなくなったんですよ。今はこう歌を歌うことに集中しようって決めて、でもともとこうあんまり器用なタイプじゃないので一直線みたいになってしまうんですね。それで最初は寂しかったんですけど、こう今はもうだんだんと慣れてきて、一人で過ごす時間がすごい楽しいですね。こう自分のペースで動けるし、なんか他人と比べることが、なくなりましたね。あとはそうですね、あとはなんか美術館に行ったりとか展覧会に行ったりするのも好きですね。そういう話もできたらいいですね。あと寝るのが好きで、なんか最初はすっごい寝てたんですよ。でYouTube で編集とかこういろいろしてると昼夜逆転してしまって、でなんか朝方に寝ることとかもあったんですけど、
で友達からこう製造確認の電話が来て、冬眠中のクマみたいって言われましたね。もう寝すぎて。でだんだんと寝るのも飽きてきて散歩するようになったんですね。で同じ道歩いててもなんか変化があって面白いですよね、散歩って。こうなんか花が咲いてたりとか、なんか1週間前は咲いてなかった花が今週は咲いてるなとか、なんかあそこ工事してるなとかで、もちろんすれ違う人も違うじゃないですか。それがすごい面白いなと思って、あと気になるお店に入るのが好きで、こうたまたま通りかかったいい感じのお店をこう見つけて入るんですけど、でそうですね、パン屋さんと和菓子屋さんとケーキ屋さんとおにぎり屋さんと、あとラーメン屋さんを見つけました。でパン屋さんはですね3回くらい行ったんですけど、そうなんかもうすっごい美味しそうなパンばっかりで、種類がすっごい多いんですね。でもう選べないですよね。どうしよう、もうなんでこんなに美味しそうなのいっぱいあるのみたいな、太るよって思って、で自分に3つまでだぞみたいな、3つまでだったらいいぞって言って3つ買ったんですね。そう最初それが3つだったかな。で2回目行って、で3回目でなんかそこのパン屋さんチョココロネがすごい人気有名みたいで、私自身もチョココロネ好きなので、もうチョココロネ食べたい。でも今までこう2回行ってるけど出会ったことないなと思って、で、3回目行った時に結構人気のお店なんで混んでるんですよね。で割とこうこじんまりしたお店なので、一人出たらまた一人入るみたいな感じなんですね。そうそれで私の後ろに2人可愛らしい若い女の子2人が並んでたんですけど、で私こう入って、で迷うんですよ私選ぶの時間かかっちゃうんで結構。そうでその後から入ってきたその女の子たちが先にパパッと決めてレジにこう並んだんですね。で私もその後並んで、でそのチョココロネはそのレジの奥にあるんですよ。で店員さんに言って取ってもらう感じなんですけど、でこうレジに並びながら見たら、チョココロネ今日ある、初めて見た、出会えたみたいな風に思って、それでチョココロネ絶対買おうって思ったんですよ。したら前に並んでる女性がチョココロネくださいって言ってて、ガーンってなって、ガビーンってなって、いやでもねしょうがないですよねまた次チョココロネ食べようって思ってる次第ですそうそんな感じかな。あとはその和菓子屋さんだと桜餅とかおはぎとか、そう桜団子とか食べましたね。そう美味しかったなそれも。でケーキ屋さんはなんかね、なんか不定期でしかこうオープンしてないお店で、なんか土日とか月に数回オープンしてるのかな。そういうお店見つけてチーズケーキ買いましたね。美味しかったですね。あとおにぎり屋さんはそのなんかこう昔からやってるなんか地域密着型のお店で、こ
老舗のおにぎり屋さんみたいな感じだったんですけど、そこも結構いろんな種類があって、で私何食べたっけな、しそ味噌となんか天むすか、あとおかかも食べたのかな。なんかちょうどいいサイズ感で、なんか出来たてで温かいんですよ。だからそれをすごい美味しかったですね。でそういうパンとかおにぎりとか持って公園にね行くのが好きなんですよ。で公園のベンチで食べるのがすごい好きで、こうね、大空と、あと今だと春だからいろんなお花とかこう緑を見ながら食べる、なんかボールで遊んでいる子供たちをこう眺めながら食べる、それがすっごい美味しいんですよね。ファーみたいな、なんかもう太陽の光を浴びて、なんかもうセロトニンめっちゃ浴びてるみたいな、栄養すごい私つけてるみたいな風に思って、今それが幸せですそうですね。でラーメン屋さんも行ったかな、一回博多ラーメンだったかな、食べました。そう食べ物の話ばっかだなあとハーブティーにハマっていて、こう毎日飲んでるんですね。そうで私12月からちょっとこの鼻と喉の調子が悪くて、風邪ひいて12月の後半ですかね。そこからなかなか治らなくて、でなんかハーブティーがいいよっていうのも聞いたので試してみようと思って、そうなんですよね。ほんとこれどうやったら治るのかなって、ずっと病院も通ってお薬も飲んでとかいろいろ試してるんですけど、でもこうなんかちょっと精神的なこともあるのかなとか思って、あと睡眠とか栄養バランスとかも考えられるのかなとか思って、だからこうあんまり考えない方がいいよみたいな、なんで鼻治らないのかな、喉治らないのかなってちょっと考えないようにしてます。そうでハーブティーはエルダーフラワーとカモミールジャーマンと、あと、ミントとローズペタルとルイボスティーはハーブティーに入るのかな。ルイボスティーはもう結構昔から飲んでるんですけど、そうで特にお気に入りはですねエルダーフラワーなんですけど、なんかこうインフルと風邪の予防にもいいらしくてですね、なんかこう副鼻腔炎とかアレルギー症状とか、私こうアレルギーも関係してるって言われたんだ。でノッカフェインなんですけど、こうマスカットのような香りがするんですよ、このエルダーフラワーで。私は茶葉を抽出して飲んでるんですね。でこうお湯注いだ後に蓋をこう閉めてちょっと蒸らすんですよ、数分で。その蓋を開けた時にですね、小花がね、小さなお花がファーって開くんですよ。ファーって、それがですね可愛くて、それ見るとなんかちょっと癒されるですよね。それ飲んでます。カルディとかね、無印にもね、茶葉じゃなくてティーパックのやつもあるので、よかったら飲んでみてください。こうノンカフェインなので寝る前にもねいいですよ。そんな感じですかね、最近は。はいという感じでございました。ね、本当に皆さんの
かげで、聞いてくださる皆さんがいて、続けようって思えてますね。で、何より今すごい歌うのが楽しくて、ちょっと鼻とか喉はこんな感じなんですけど、なんか自分のそのルーティーンというか、歯磨きとか顔洗ったりとかと同じ感じで、もう自分の生活の一部になってるんですね。だからこう今のペースで続けていきたいなと思っていますので、引き続き応援していただけると本当に嬉しいですね。これからもどうぞよろしくお願いいたします。次は2年目を目指して活動していきたいと思います。あとは本当に鼻と喉がちょっと良くなって、こうなんだろう、もうちょっと聞きやすいように歌えるといいなっていうのは今思ってます。はい、がちょっとこう治るのを信じて、はい、頑張っていきたいなと思います。今日はこの辺にしますかね。はい、またこういう感じでボイスも録音できたらいいなって思ってます。はい、皆さんありがとうございました。聞いてくれて。はい、ではまたお会いしましょう。明日も良い一日になりますように。で、私は寝ますので、早く寝ますので、はい、皆さんもゆっくり休んでください。それではおやすみなさい。